こんにちは。私先月からちょうど冬休みになりまして、今日本にいます。で、来週にはね、もう中国に帰る予定をしてるんだけど、で、今日はね、ちょっと漢詩を読む動画をなんかをね、撮ってみようかなと思います。ね、ちょっとコーヒーを入れる。今日飲むコーヒーはね、私が中国から持って帰ってきたコーヒー豆このね GO コーヒーってやつとか、中国の会社が海外から豆を輸入したものを中国国内で行って焙煎して売っているんだけど、好きすぎてお土産で何個か持って帰ってきて、でこれ豆 500g も入ってるのにいくらだ35元とかで、こんな美味しくてそんな値段だったらめっちゃお得だなと思って、どんな詩がいいかなと思いまして、で寒い冬が続いているのでね、春を楽しみにできるようなそんな詩をちょっと探してみました。唐の時代に徒歩が読んだ詩です。で徒歩で春といえば春望が教科書に載っているすごく有名な漢詩ですね。国破れて山がありというのですが、今日はそれではなくて春の夜雨を喜ぶという漢詩です。ではまず漢語の原文を読みます。昨日ねちょっと練習したいくぞ。春夜喜雨，唐·杜甫。好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，花重锦官城。では書き下し文を読みます。降雨時節を知り、春にあたってすなわち発生す。風に従いて密かに夜に入り、物を潤して細やかにして声なし。夜景、雲は共に黒く、光線、火のみ一人明らかなり。暁に紅の潤うところを見れば、花は金環状に重からん。で現代語訳なんですが、日本語の現代語訳とか中国で中国語の現代語に翻訳したやつとかをいろいろ見てですね、自分なりにちょっと翻訳してみたものを現代語訳してみたものを読みます。雨はまるで時を知っているかのように春にもちょうどやってくる。春風のようにしとしとと降り、音もなく万物を潤す。暗雲が夜道を覆い、川辺の漁船の灯す火だけがひときわ明るい。夜が明ける頃には、大地は雨に濡れた赤い花で覆われ、その面影な花が生徒を豊かに彩るのを見ることができるだろう。さて、ここからは解説の時間だ。中国語でね、支援米という言葉がありますが、これはその場で買ったものをすぐに次の場所に行って売るという意味がありまして、要するに比喩的な表現として普段は何のストックもないけど売らないといけなくなったらすぐ買ってすぐ次の場所に売りに行くということで、勉強した内容をもうね次の瞬間にはもう教えるということの表現だそうです。はい、今読んだ「春夜喜雨」という漢詩は五言律詩です。一句が五言になっていて、ほんでその一句五言の句が8句、全部で8句あるというのが五言律詩です。よし。そして漢詩は漢詩のルールで押韻というものをしなければならなくて、要するにその決められた場所で同じ音を踏むわけですね。で、今の場所だったら2句、4句、6句、8句のところで声、明、成というので、最後は同じ音で全部終わっています。はい。そしてですね、これも漢詩のルールで対句というものがありまして、この対句というのは漢語の詩の一つの詩の中で文法的にもそして意味の上でも対をなすような表現を入れなければならないというルールです。3句と4句とそして5句と6句が
それぞれ対句になっています。それでなぜこの詩を選んだかということなんですが、春に関する詩をねバーッとこう調べてこう見てる時に、最初の1句目のね最初の言葉が目に留まったわけです。好雨知時節というので、良い雨は時を知っているという、始まり方をしていて、目に留まったわけですね。ああ、なんて綺麗なんだというふうに思いました。はい。で、その後でなんかいろいろな解説とか見ていると、まずこの良い雨というのでね、人についてこの人良い人だとかいうことはよく言いますけれども、雨について良いとかなんか悪いとかそういうことはあまり普段言わないことを言っている。そして時を知っているというふうに言って、この雨というのをまるでね人のように、要するに擬人法を使ってまるで雨がね人のようにこう表現されているわけです。そして3句と4句ではですね、密かに夜に入り、あとは物を潤すとかね、雨というものをこう生き生きとこう表現されているわけです。5句と6句ですが、夜景雲は共に黒く、光線火の実一人明らかなり。でここで一旦徒歩は私たちにですね、この春の夜の小道ですね、真っ暗な中の小道があって、川辺の漁船のね明かりだけがこうぼーっと明るいというような情景を我々に想像させるわけです。そして最後の句に移ります。暁に紅の潤うところを見れば、花は金環状に重からん。これは夜明けの頃に徒歩がこう想像を膨らませるわけです。そして春の雨で濡れた湿った大地にですね、赤い春の花がこうバーッと一面にあって、そしてその花がですね雨の水分をこう含んでいるから、こう重たげにこんな感じになってるわけですね。その花が金環状、これは四川省成都のことの別名だそうです。成都は当時織物が非常に有名だったそうで、それでそういう名前がついたそうです。でその赤い花がねその成都を美しく彩っている様子をこう徒歩は想像しているわけです。でもうねここに春の喜びをねこう見させてくれているような、そんな気がします。はい、じゃあ今日はこんな感じで見てくださってどうもありがとうございます。私は来週から中国に行きまして、河南省に1週間ほど旅行に行って、その後、大学が始まるという感じです。まだ2月ね寒いですから、お互いに風邪などひかないように、体に気をつけて、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。